忠犬という言葉をよく耳にするほど、犬ほど忠誠心という言葉がぴったりな動物はいないのではないでしょうか。知能の高い動物の中でも犬の忠誠心の強さはとても目立ちます。犬の性格や犬種、飼育環境など、これまで果たしてきた役割などが犬の忠誠心の強さの理由です。そんな犬は飼い主さんを自分のリーダーと認識します。野生で暮らしていた頃の犬は群れで生活していたため、群れのリーダーを識別し従うという行動の型があります。そのため群れでの生活の名残が今でも飼い主さんに忠実に行動するようです。そこで今回は飼い主を待ち続ける犬の話を2つお伝えします。人間に育てられた犬にとって飼い主は絶対的な存在です。どんな理由であれ飼い主との別れは辛く悲しいものです。飼い主に対して忠誠心の強い犬はいつまでも飼い主を忘れることはできないのでしょう。そんな姿に心が痛みます。ある日、アメリカ・ミシシッピ州リンカーンでアニマルシェルタースタッフであるノートンさんは家具が不法投棄されているのを見つけました。この道路はよく家具が捨てられているようです。そこにはなんと1匹の犬の姿がありました。椅子とともに捨てられたようです。そばにはテレビも投棄されています。犬は明らかにお腹を空かせていましたが、椅子の上から動こうとしませんでした。まるで飼い主がきっと迎えに来てくれると信じているかのようです。一体この犬はいつからここにいたのでしょうか。犬は痩せ細り、骨と皮だけの状態でした。ノートンさんは犬に近づき、食べ物をあげました。そしてこの犬を保護し、シェルターに連れて行きました。そこが安全な場所だということを認識したようで、尻尾を振って嬉しそうにしていたといいます。その後、ワクチン接種と寄生虫の除去を済ませ、アニマルレスキューに移されました。これから次の飼い主探しが始まるそうです。不要な家具と一緒に犬を捨てるなんて心ない飼い主です。捨てられたとも思わず、飼い主が迎えに来ることを捨てられた椅子の上で待つ姿に胸が締め付けられます。ノートンさんによって保護されて本当に良かったですね。今度こそ素晴らしい家族のもとで幸せに暮らせますように。また、ロシア・シベリアでは二度と戻らない飼い主を待ち続ける犬がいました。ロシアの人たちはこの犬をシベリアのハチ公と呼んでいるそうです。この犬の名前はミシカ。ミシカはロシア・トボリスクの車が行き交う道路の脇にじっと座っていました。誰かが来るのを見るたびに立ち止まってみて、ミシカが待つ人であるか確かめていました。しかし、ミシカが待っている人は二度と会うことができない飼い主だったのです。ミシカの飼い主の男性は2014年の秋に残念ながら交通事故で亡くなりました。この事故の後からミシカは路上をさまよい始め、愛する飼い主が命を落としたその場所でずっと彼の帰りを待ち続けているのです。地元の人々は自発的にミシカに水と食べ物を持っていき、世話をしているそうです。その後、亡くなった飼い主の家族がミシカを引き取り、家に連れて行ったことがありましたが、ミシカは再び事故現場に戻ってきてしまい、飼い主を待ち続けました。その後もミシカを保護しようとしましたが、ミシカは決してその場を離れようとせず、保護することはできませんでした。ミシカの世話をしている人たちは、この現場に犬小屋を作って暖かさを保つための干し草を敷いてあげました。ミシカを心配する人々の親切は続いているそうです。そんな人たちに対してミシカは心を開いていきました。持ってきてくれた食べ物を喜んで食べるようになりました。そのおかげもあってか、ミシカは寒さの厳しいシベリアの冬を無事に乗り越え、今も元気な様子だそうです。
しかし、ミシカはこれまで見知らぬ人に対しては強い警戒心を持っていたため、無理やり捕まえるようなことはしないようにと呼びかけられてきたそうですが、現在は新しい家族を見つけてあげようという活動が始まっているとのことです。ミシカにとって帰らぬ人となった飼い主さんはかけがえのない存在だったのでしょう。人間でも大切な人の死を受け入れるには時間がかかります。ミシカは飼い主さんが亡くなってしまった現実を認めたくないのでしょう。だからきっと別れたこの場所にやってくるはずと信じているのかもしれませんね。この先、ミシカを大切にしてくれる素晴らしい家族と出会うことができて、第二の犬生を送ることができたら、きっと天国にいる飼い主さんも安心できますね。渋谷のハチ公は命尽きるまで飼い主を待ち続けた犬でした。犬の本質からそのような強い忠誠心があります。犬にとってのリーダーは絶対的存在なのです。それだけに別れることの辛さは計り知れないことだと思いますが、ミシカはこれから悲しみを少しずつ乗り越え、幸せに暮らしてほしいと願うばかりです。近年、飼い主の死後に行き場をなくすペットが増えているようです。一人暮らしや病気を患っている場合は、特に万が一に備えておかなければなりません。第三者から見れば動物ですけど、飼い主から見れば家族同然の大切な存在です。大切な存在であるからこそ、飼い主さんに万が一のことがあっても、その後も安心して暮らせる環境を与えてあげたいものですね。犬や猫などのペットは、ペットフードや生活環境が進化したことによって、以前よりもはるかに寿命が延びています。飼い主が先に亡くなってしまうケースも増えてきているのが現状なのです。いずれにしても、これまで人に飼われてきた犬や猫というのは、捨てられたり飼い主が亡くなってしまうなどの理由で一りぼっちになってしまっても、単独で生きていくことは厳しいです。大切な命を預かり、飼ったペットの命を最後まで守る行動が飼い主の責任でもありますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。